ワールドラバーで大ヒット。リピーターが続出。レシーブが楽しい。究極のチャンスメイクラバー。アポロ5超極薄。出すんで、かけてください。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチーです。本日のゲストはザオさんです。社会人で卓球している友人になります。彼女は高校時代山梨県のインターハイ県予選3冠王、大学時代インカレ準優勝という素晴らしい実績を持つ選手になります。本日の動画のテーマは、相手のサーブが出るか出ないかの瀬戸際に来た時にレシーブでフォアドライブする方法について解説いただきます。出るサーブは長いサーブ、出ないサーブは短いサーブ、この判断が難しいとネットミスやオーバーミスが増えてしまいます。しかし正しいポイントを押さえれば主導権を握りやすくなります。出ないの際どいところでしっかりレシーブドライブでかけたい方は必見になります。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。グッチさんのお友達のザオでございます。本日はよろしくお願いいたします。あれです。はい、これからは、フォア反面、フォアにですね、よく出るか出ないかの試合とかの際に、よく出されるかと思いますね。で、これからこれに対してどう対応していくかっていう、ポイントを3つまとめましたので、解説いたします。で、まず1つ目としては、普通の構え方としてここにいると思うんですけれども、フォア前ってなった時に一方で行かずに、そうですね、よく他の中国のコーチだったりとか選手だったりとかもよく言う言葉なんですけど、微調整と言いまして、いわゆる一歩じゃなくて動いた上でもう一回ちっちゃい動きの調整をした上で打っていくことがすっごく大事だと思います。はい、なので1、2っていうイメージですかね。本は今気にしないでいただいて大丈夫と思います。はい。むずいな。むずいな。いきますね。2つ目としては、今さっきのポイント、1ができてればここにボールのところに行ってるはずなんですけど、でその時に何をしないといけないかっていうと、ポイント2つなんですけど、すっごく台から出るか出ないかっていう微妙なラインでどうやってこの長さをなんていうんですかね、判断するかってなった時に、ここに行って、ボールを上から見るのではなく、ボールとの高さを同じ姿勢で打つんですけど、ここで同じ姿勢ってなった時に台から出てないとぶつかってしまいますし、なので台から出た時にかけていくっていうのがあ
あります。なのでそこで、しないといけないのは低くした状態で待つことがすごく大事だと思います。むずいな。むずいな。むずいな。これから3つ目なんですけど、低くした人がここに移動して微調整してきましたと。で重心だったりとか体勢も低くした上で待ちましたと。じゃあってなった時にどう打っていくかが、皆さん思うと思うんですね。普通のドライブじゃなくて、なんていうんですかね、要は下から引かないことです。下から引くと台にぶつかってしまうと思うんですけど、横から引くこと、要は台上ドライブっていうイメージをしていただいて、台上こう横から引いて台から出た時にこういう感じで打っていくんですね。低くしまして待つ、横から引いて前に出るっていうのと、横から引く、下下げずに横から引きますで打っていくんですけど、よく皆さん無意識的に前にしまう方がいらっしゃると思います。で特にフォア側なんですけど、絶対に巻かないで、普通の持ち方、その外に向けましょうというわけではないんですけど、普通の持ち方では向かないことを気をつけて振っていければと思います。むずいな。むずいな。むずいな。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。